縄文女性と縄文の男性たちは、どんな暮らしをしたんですかね。子供の時は大人の見よう見まねで、魚取ったりとかですね、女の人たちの手助けで一緒に栗拾いしたりとか、若葉山菜、そんなもの取ったり大人に従って、一緒にそういう作業もして、でその中から覚えると同時に大人でもそうなんですけど、山菜摘みなんていうのは集団の、一種の遊びでもあったんで、よく子どもたちは、遊び道具はなかったんですか、おもちゃはなかったんですかってよく聞かれるんですけど、私たちの子どもの頃もやっぱり自然のものでそういうおもちゃ作ったり、で自然のものを取ったり自然と関わること自体が諸々のことはみんなやっぱり遊び、半分遊びなわけですよね。そんなことで子供時代を過ごして大人になって一人前のそのなんて言うんだろう、魚取りになるとかね、そこで、みんなで狩猟するイノシシ取るとか鹿取るとか、あんまり魚でしょうね。それから女の人の仕事としては木の実拾い、それからハマグリだとかアサリだとか、そういう買い取りも買い集めなんかも女の人の仕事なんですね。これは縄文時代の証拠はないんですけど、世界の、自然物利用している、狩猟採集民と言われるようなフードギャザラーって食料集め人採集民、そういう人たちの役割分担を調べていくと、木の実は女、貝集めとか海藻取りだとか、その辺の磯物集め貝集めみたいなものを女の人たちが知ったみたいですよね。とかね、やっぱり暮らしぶりの中で男がやる仕事と女がやる仕事とで、女の人がやる仕事は一番で経済効果があるというか、男は年に一匹鹿やるし捕まえられればまず御の字で、普段大体遊んで暮らしてるで、ただし男の役割としては、他の地域に出かけていって他の祭りに参加して偉そうにしてるとか、集団と集団の交流だとかですね、契約事だとか、あるいは物を売ってっていうか物を持って歩いて集落間の、親睦を深めるとかですね、障害といったりですか、そういうようなことを仕事にしてて、ほとんど家にいないんですよ。そうなってくると子供の育てだとか、家事全般とか、それから集落内での取り決めだとか共同作業だとか、みんな女の人が家を守り、なおかつ村を守るっていうね、本当重要な仕事をしてたんですね。別な言い方しますと、家にきちっといて家族子供、村の中での、連帯感みたいなものはもう女の人たちがやってて、で男はね出てたっきり帰ってこないやつもいっぱいいるわけで、そういう流れ歴史ですね。集落の安全だとか、そういうことも女の人たちが土器作ったり土具作ったり、土いじり土こね土で何かするのはみんな女の人の仕事だったみたいで、土具を作って、そして、みんなで、土具祭りをやって、土具に願いを込めていくということをしてたと思うんですね。で三内丸山なんか三内丸山とか
地域の拠点になるところからしか、そういう集落からしか道具って出てこないんですよ。だからみんな拠点集落に道具を集めていって、そこで壊れた道具を送る、始末をつける、収める、それからまだ生きてるやつもとか現役の道具もそういう拠点の集落に集まって合同道具祭りみたいなことをしてたんではないかと、婦人会連合会みたいなお祭りをしてたんじゃないかなと思うんですよ。でそのぐらい女の人たちの役割と社会的な役割と、やっぱ女の人たちが地域社会を守り、縄文社会をもう守ってきた、もう実務的なことは全部女性がやってた、と私は思います。で男の役割はそういう障害的なこと、祭りに参加して適当なことを言ったり、それから地域の産物持ってって、これうちのいっぱい取れるんだけどあんたの方ねえだろうからつってプレゼントにして、で村と村との契約関係って言ったり親睦、大人の世界の親睦、村々の親睦を深め、親睦を深めるためには祭りに参加してプレゼントを持ってって、でそれが村と村の契約関係になって物流が起こってくるんですね。男は割合村に居つかない、そういうことから言ってもまた女性がしっかり村を守るっていうね、そういう社会的な役割分担もあったと思います。3世代がちゃんと、おじさんおばあさんと孫みたいな関係ができてきて、で3世代ないとね伝統文化っていうのはなかなか受け継がれていかない。でそれでちょっとと思ってたんだけど、やっぱ十分に、年寄りは年寄りの役割としてあって、でそれが孫ぐらいまではなんとかつながるようなそういう循環、だから土器作りにしたって女の人が土器作ってた、それを年寄りのばあさんはちゃんと指導できる、それから脇で一緒に作ってる孫にも伝達できる、というふうなね、土器も一つの形、土偶も一つの形、私たちの地域の土偶の形ってこうよって決まってて、そういうものは多分講習会みたいなのを開いて、こういうふうに作るんだよっていうのは世代間でもあるけど、それから地域の中で、その共通する文化を持ってる地域の人たちは多分講習会開いて、こういうのが私たち民族の、道具の姿なんだよ、さあ作り方も含めてやってみましょうみたいなことをね、道具作りのリーダー、婦人会連合会の会長さんみたいな人は号令出すだけかもしれないけど、そういうものをちゃんと作って見せてるような、そういうシャーマンっていうか巫女みたいな人もいたんではないかなと思うんですね。十分に年寄りになってってで若い人たちを、指導する、それは老人の知恵といいますかね、最近やっと私みたいな年寄りの地位もそう捨てたもんじゃないというような、理解がされるようになってきたような気がしますけど、やっぱり経験というのはやっぱり人生として大きなことだと私は思うんですが、今それを軽んじてるところはありますよね。でやっぱり文化っていうのは世代をつないでいって形成される、維持される、新しくなっていくというようなことで、やっぱり老人は老人としての大きな役割があった。人間集団、地域集団の構成、あるいは集落の中での人の構成、その基本単位になる家族、でその家族も基本的には女の人と子供たちの世界、という安定した性で、
で女の人たちの社会だったから力で何とかしよう、腕力で何とかしよう、争いをするというのをね非常に避けてたような気がしますね。でもともと女性は平和を維持する、子どもたちの成長を祈る、争いはやっぱり避ける性だと思うんですよね。でそういう女性たちが社会基盤を作っていったからもあって、私はできるだけみんな平等に見ようという社会の中から争いをなくそうとする仕掛けを作っていった。それは天から授かったものだから、天から授かったものはみんなイーブンに平等にあれして、神様からもらったもんだから誰にいっぱい配分するとかそういうことじゃなくて、みんな平等にあれしましょうと。あそこの家はハマグリ拾いに、奥さんが具合悪くて参加しなかったけど天からもらったものなんだから、みんな平等に、大きなマグロを取ったらマグロはちゃんと等分に、家ごと等分にして、で、参加できなかった人もちゃんと平等に配って、マタギなんかもそうなんですけどね、そういう常に神の前、神っていうのは大自然の前でやっぱり平等に、天から授かったものは平等にあれして、そしてそれをまた天に返す。そうやって循環型の社会、持続的な社会、それが維持されていったんではないかなと思います。それは人との助け合い、あるいは人と自然との助け合い、だから例えば栗の木で言えば栗の木を一生懸命育てて、そして栗の木が死んでくれるならば、実だけおいしいところの実だけ食べるんではなくて、ちゃんと、皮から幹から根っこなんか使ったのかどうか知らないですけど、本来焚き木としてあんまりふさわしくない栗、果ててあんまり良くないんだそうだけど、やっぱ栗いっぱい取って食べたりすれば木までちゃんと利用しようということでね、全体を同じ目線で付き合って、そして取り入れて、そしてそれに本当に感謝して、トータルに感謝してそれを送って、で火の神が筆頭神で、送りは筆頭がある火の神様、この火の神様って女性の神様なんですけど、それが世を送って、今でも火祭りだとかどんと祭は火を媒介としてますけども、送って、でそれでまた送る時に熊祭りなんかもそうですけど、一生懸命酒添えたりお土産持たしていって、で世に返して、いやこんなにもてなされて、行ったと。で神様に「よかったよ」って言って、それと神様も「そこお土産持ってきたのかと、また使わしてるから」っていう、そういう循環が生まれてくる。ということで、神の世界も信じて、本当循環再生する自然とともに生きて、その循環再生の中から、やっぱり仏教用語でいう輪廻、行って戻ってまた再生するという、そういう今盛んに言われてるその持続型社会だとかサステナビリティだとか言ってますけど、こんなこと言われる前からちゃんと真面目と言ったらおかしいけど、共に地球の中で一緒に暮らしていく、そういうあらゆるものに神を認め、そして共に生きていくという目線で、その循環は人間の循環よりも木の循環の方が長いとか、さまざまな多様な循環の組み合わせの中で持続発展して発
展ってかな、持続していった、それがやっぱり1万年も続いたベースなわけですね。だと思いますね。でまさにね、価値観、哲学、人生そのものなんですよね。そういうことが縄文文化の最も本質的な、哲学であり価値観であり生き方なんですよね。でそれをずっと続けてきたのは日本文化で、そういう日本文化の基本は縄文の1万年間に十分にできてきて、でも縄文時代と言われなくなっても縄文スピリッツは、縄文文化はつい最近まで続いてきたと、そんなふうに思います。で、19世紀以来の産業革命、科学の発達の中に、物質中心、科学絶対、経済重視、そういう世の中で進んでいったものに対して、それとは違ったアナザーストーリーなわけですよね。でその機械文明みたいなもの、科学中心文明みたいなものに限りができてきているわけで、そういうアナザーストーリーをこれから第三の人類の生き方に非常にモデルになる。だから縄文ルネッサンスみたいなのがね、やっぱ忘れかけてる縄文をもう一回思い出して、縄文スピリットで生きませんか、生きていきませんか、これからの世界の未来、日本の未来、というようなことで私は縄文文化をもっともっとこう宣伝していきたいですね。どうでしたか、私の話は。興味持って聞いていただけましたでしょうか。一生懸命語りました。チャンネル登録お願いします。よろしく。